ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、知って怖いよねおう、どうしたレ夢ム？レ夢ムにしては珍しく、急に真面目なトーンじゃないか。何よ私だってたまには。だってさ、昨日さ、うっかりコンロの火を消し忘れちゃってさもう心臓が止まるかと思ったのよ。いや、それはちゃんと消しとけよ。火の取り扱いは慎重にな。わかってるわよでもさ、一歩間違えたら大惨事だったかもしれないと思うと、もう怖くて怖くて。まあ確かにな。火の扱いを間違えたせいで大惨事になった例は山ほどあるからな。そうなのよだからこそ怖くって。では、そんなレ夢ムのために、教訓とするべきポイントが詰め込まれた火災。高尾ビル火災について今回は解説していくぜ。高尾？どこ？高尾は、台湾の南部に位置する直轄市で、台湾では台北に次ぐ第2の都市だぜ。その火災は台湾の歴史の中でも最悪クラスの大惨事だったんだぜ。なんか、私のコンロどころじゃなさそうね。そうだな。2021年10月14日未明、台湾南部の高尾市にある13階建てのビルで火災が発生したんだ。時間は午前2時54分。みんなが寝静まってる時間帯だったぜ。そんな夜中に？それじゃあ逃げ遅れちゃう人がたくさんいたんじゃ？その通りだぜ。結果的に46人が亡くなり、41人が怪我を負った。これは高尾市の歴史上、最悪の火災事故だったんだ。嘘でしょ？そんなに？さらに台湾全体で見ても、1995年に台中のカラオケバーで起きた火災以来、最悪の火災だったんだぜ。そんなレベルの大惨事がまた起こっちゃったってこと？ああ、それだけじゃなく、台湾の歴史上で見ても3番目に多くの犠牲者を出した火災だ。まさに大惨事だったな。もう話を聞くだけで鳥肌が立ちそう。っていうか、それってなんでそんなに大きな火災になっちゃったのよ？その原因なんだが、実はまだ完全には解明されてないんだ。ただ、火災当時、ビルの周りや内部に大量のゴミやガラクタが放置されていたらしくてな。それが延焼を助けた可能性が高いって言われているぜ。ゴミのせいで？そうだぜ。しかも、それが救助活動を邪魔することにもなってしまったんだ。消防隊がすぐに中に入れなかったり、煙がこもったりして、被害が拡大したんだよ。助かるはずだった人が、ガラクタのせいで助からなかったかもしれないってこと？そういうことだな。まさに防げたはずの悲劇だったって言われてるぜ。そんなのやるせなさすぎるわよ。それで結局、火はどれくらいで消し止められたの？消防隊が懸命に消火活動を行って、鎮火したのは約4時間半後のことだったぜ。4時間半？そんなに？まあ、それくらいの規模だったってことだな。さて、今回はそんな台湾史上最悪級の火災、高尾ビル火災について詳しく解説していくぜ。怖い話だけど、ちゃんと知っておかないとダメね。火災の恐ろしさをしっかり学ぶためにも、みんなも最後まで付き合ってくれよな。さて、まずは今回の火災が起きた高尾の上中上ビル。このビルがどんな建物だったのか、その背景を詳しく見ていこうじゃないか。なんとなく、ボロボロでヤバそうなビルな気が。まあ、実際その通りだったぜ。この上中上ビルは1981年頃に建設された13階建ての商業住宅複合ビルだ。つまり、1階から5階くらいまでは商業施設で、上の階は住居って感じの建物だな。昔は賑やかだったのね。かつては映画館やレストラン、カラオケなんかが入ってて、そこそこ繁盛してたらしいぜ。でも、月日が経つにつれて店は閉店し、ビルの管理もずさんになっていったんだ。特に1階から5階の商業部分は完全に放置されていた。つまり、住んでる人がいるのは6階以上ってこと？実際に住んでたのは7階から11階までの約120世帯だな。でも、その住民のほとんどが高齢者、体が不自由な人、あるいは認知症を患っている人だったんだ。そんなにお年寄りが多かったの？それに加えて一部屋の広さが13平方メートル約4坪しかない狭い部屋ばかりだった。多くの住民が一人暮らしで、隣近所の付き合いもほとんどなかったらしい。狭い上に一人暮らしで、しかもお年寄りばっかり。それって火災が起きた時、逃げるのがめちゃくちゃ大変だったんじゃない？まさにそこが問題だったんだ。しかも、このビルは地元の人たちから高尾のナンバーワン幽霊ビルって呼ばれていたくらい、曰く付きの場所だったんだぜ。幽霊ビル？怖い話に方向転換しないでよ。いや、マジで地元民がそう呼んでいたんだ。このビルは1999年にも火災を経験している。その時は昼間だったから、消防隊が28人を救出して死者ゼロだったんだけどな。過去に火災があったのに、また？それだけじゃないぜ。2007年には地元メディアが、廃墟となった映画館部分が一部の人たちの秘密の集会場になっているって報道したこともある。どういうこと？
まあ、ざっくり言うと、そこで大人向けの社交会が開かれてたみたいな感じだな。はい？大人向けの社交会？何それ？まあ霊夢にはまだ早いぜ。さらに2014年には、都市探検家たちがこのビルを訪れて、上の階の下水管が破裂して汚水が流れ出している、1階は不法占拠者が住み着いている、っていうレポートを出してるんだ。ちょっと待ってよ、管理がボロボロじゃないの？その通りだぜ。ビルの管理なんてほとんど放棄されていたし、まともに修繕されることもなかったんだ。そして、消防設備もかなり問題があった。まさか？消火器が設置されたのは火災が起きる1ヶ月前だったんだぜ。はぁ？ちょっと待ってよ、それまで消火器すらなかったの？その通り。そして、設置された消火器の数は、なんと各階たった3本だ。無理、それじゃあ火が出たらどうにもならないじゃないの。その通り。建物全体が老朽化してボロボロ、住民の大半は高齢者や体が不自由な人ばかり、しかも消防設備は全く整ってない。そんなビルで火災が起きたら？もう、最悪の結果しか想像できないわよ。だからこそ今回の火災はこれほど大きな被害を出してしまったんだ。さて、次はその火災がどのように発生し、広がっていったのかを詳しく見ていこう。正直、怖いけど、ちゃんと知っておかなきゃダメよね。その通りだぜ。じゃあ次は、火災の経緯について詳しく解説していくぜ。さて、次は火災がどのように発生し、どのように広がっていったのか、その恐ろしい経緯を見ていこう。正直、聞くのが怖いわ。まず、火災が発生したのは2021年10月14日午前2時54分だ。高尾市の消防局に最初の通報が入った時間だな。そんな夜中に？みんな寝てる時間じゃないの？その通りだぜ。消防によると、火元は1階の茶屋だったらしい。火災はそれよりも少し前の午前2時45分頃に発生したと推定されている。でも、どうやって火が出たのよ？正確な原因は不明だけど、住民の証言によると、火災の直前に大きな爆発音が聞こえたって話なんだ。爆発音？その音の直後に黒い煙が立ち込め、建物全体が一気に火に包まれてしまったんだ。そんな一瞬で？でも、1階で火が出たのにどうしてそんなに早く広がっちゃったの？そこがこの火災の恐ろしいところなんだ。この上中上ビルの1階から5階までは商業施設の廃墟状態だったよな。そうね、前に聞いたわ。でも、それがどう関係するの？まず、1階の天井がめちゃくちゃ高かった。だから火が燃え上がるスペースが大きくて、一気に火勢が強くなったんだ。そして、ビルの正面は全面ガラス張りだったから、熱でガラスが割れると一気に酸素が供給されて、火の勢いがさらに加速した。火に油を注ぐってこういうことなのね。その上、建物の中には大量のゴミやガラクタが放置されてたんだ。それが燃料になってしまったんだぜ。それって、まさに最悪の条件じゃないの？そうなんだ。さらに、火は6階まで一気に燃え広がった。そこから上の階には直接炎は届かなかったんだけど、大量の煙が上に充満し始めたんだ。待ってよ。7階から上に住んでた住民はどうなったの？当然、ほとんどの住民は寝ていたから、最初は気づかなかった。でも、一部の住民が目を覚まして、部屋のドアを開けた時にはすでに廊下が真っ黒な煙で充満していたんだ。うわぁ、そんなの、どうやって逃げればいいのよ？それが問題だったんだ。まず、エレベーターは当然使えない。階段も煙で埋め尽くされて、まともに下に降りられる状態じゃなかった。そんなじゃあ、住民たちはどうしたの？ほとんどの人は部屋の中に留まるしかなかったんだ。それじゃあ助からないじゃない。実際、この火災で亡くなった人の大半は煙の吸引による窒息死だった。高齢者が多かったこともあって、動けずに煙に巻かれてしまったんだ。そんな、助かるはずだったのに。火災発生からすぐに、159人の消防隊員と75台の消防車が現場に駆けつけた。でも、救助活動はかなり難航したんだ。どうして？すぐに助けに行けなかったの？その理由は、1階から5階の廃墟部分が完全に燃え上がっていたからだ。熱と煙で消防隊員も容易に中に入れなかった。さらに、燃え落ちたガラスや瓦礫が散乱していて、通路を塞いでいたんだ。つまり、助けに行きたくても行けなかったってこと？そうだぜ。それでも消防隊は必死に救助を試みた。最終的に午前7時17分、つまり火災発生から約4時間半後にようやく火は鎮火したんだ。4時間半も。その間にどれだけの人が？この火災で46人が亡くなり、41人が負傷した。しかも、死亡者の平均年齢は62歳だった。ほとんどお年寄りじゃないの。火災直後の時点では、当局は死者7人と発表していたんだけど、夜が明けるにつれてどんどん数が増えていった。最終的に、32人はその場で死亡が確認され、14人は病院へ搬送されたものの、すでに死亡していたんだ。
最初の発表よりもはるかに多いじゃない。それだけ被害の大きな火災だったんだ。しかも、この火災で亡くなった人の中にはもともと台湾人と結婚していた中国人3人も含まれていた。国籍とか関係なく、こんな悲劇が起きるなんて。この火災の後、まだ7階から11階に取り残されている人がいる可能性があるってことで、消防隊は捜索を続けた。でも、煙と瓦礫のせいで思うように進めなかったんだ。もう、こんな悲劇は二度と起こしてほしくないわ。ああ。でも、実はこの火災が起きた原因も、かなり問題があったんだぜ。まだ何かあるの？次は火災の原因とその後について詳しく見ていこう。この火災はただの偶然じゃなかったんだ。そんなの、考えたくないけど、気になるわね。じゃあ次は、この火災がどうして起きたのか、そしてその後どうなったのかを詳しく解説していくぜ。さて、ここからは火災の原因と、その後の影響についてだぜ。正直、もう十分に怖い話を聞いた気がするんだけど。まあ、気持ちはわかる。でも、この火災がどうして起きたのか、そしてこの事件の後、台湾社会にどんな影響を与えたのかを知ることは大切だからな。そうね。ちゃんと知っておかなきゃダメよね。まず、火災の原因についてだけど、当局は放火の可能性もあると発表していたんだ。つまり、誰かが火をつけたかもしれないってこと？そういうことだ。警察は4人の証人を事情聴取した後、クオという男性と、ファンという女性を拘束したんだ。ちょっと待ってよ、なんでその2人が疑われたの？まだ詳しいことは分かっていないが、クオは一時的に釈放されている。一方で、ファンについてはさらなる調査が行われたんだ。そんな、もし本当に放火だったら絶対に許せないわ。そうだな。だけど、はっきりした証拠がないから、事件の真相はまだ不明のままなんだ。とはいえ、火元が茶屋で、爆発音とともに火が広がったことを考えると、ガス漏れや電気系統のトラブルの可能性もある。でも、住民の証言や警察の動きからして、放火の線が濃厚だと見られていたんだ。でも、何のために放火なんかするのよ？もし本当に放火だとしたら、動機はいろいろ考えられるな。ビルの所有権争い、個人的な恨み、あるいはホームレスやギャングによる犯行の可能性もある。ただ、どれも確定情報じゃない。もう、どんな理由にせよ、46人もの命が奪われてしまったのは事実なのよね。本当に痛ましい事件だよな。この火災の被害が明らかになるにつれ、台湾政府はすぐに対応を始めた。そうよね。こんな大惨事、絶対に放っておけないわ。まず、台湾の蔡英文総統がすぐに指示を出して、被害者の支援と再定住を進めるよう命じた。よかった。住むところを失った人たちのために、ちゃんと動いてくれたのね。さらに、高雄市議会では都市の防火対策を強化するための法改正が求められた。具体的には、古いビルの火災安全基準の見直しや、設備の更新、インフラの強化が議題になったんだ。つまり、今回みたいな火災がもう二度と起きないようにしようってことね。その通りだ。蔡英文総統は火災現場を視察し、都市再開発と防災対策の強化を約束したんだぜ。こういうことは、起きてしまった後にちゃんと対策を考えるのが大事よね。それだけじゃないぜ。高雄市のチェンチ今井市長は、負傷者の医療費を全額市が負担すると発表した。さらに、火災で住む場所を失った人々への支援も行われたんだ。ちゃんと救済措置があってよかった。また、この火災を受けて、台北市政府は2022年1月から新しい消防法を施行することを決定。台中市議会も古い建物の調査報告を求め、台南市の市長は50のビルの安全検査を命じた。台湾全土で動きがあったのね。さらに、火災の翌日の10月15日には、同郷の儀式が行われて、犠牲者の魂を弔う祈りが捧げられた。悲しいけど、大切な儀式ね。また、台湾の国会にあたる立法院では、火災の犠牲者に対する黙祷が捧げられた。それほど、この火災は台湾全土に大きな衝撃を与えたんだ。火災後、このビルがこれ以上使えない状態であることが調査で判明した。そりゃそうよね。あれだけ燃えたら、もう危なくて住めないわ。2021年11月、建築専門家たちが調査を行い、構造的に危険であり、公的な安全性を確保するためには解体が必要と判断したんだ。それが正しい決断だと思う。ただな、ビルの所有権が複数のオーナーに分かれていたせいで、すぐには解体できなかったんだ。こんな状態なのに？だけど、高雄市政府は市場価格よりも高い金額でオーナーたちの権利を買い取り、ついに2021年12月17日に解体を開始したんだ。市が動いてくれてよかったわね。解体作業は2022年2月には12階と屋上部分が取り壊され、最終的に2022年5月にはほぼ完了したんだ。そこからどうなったの？
解体後の跡地には2022年9月までに公園を建設する計画が進められた。そして、2023年11月には、子供の遊具もある公園が完成したんだぜ。そんなに早く？ああ。かつて幽霊ビルと呼ばれていた場所が、今では市民の憩いの場になったんだ。なんだか、少し救われる話ね。悲劇を繰り返さないために、台湾政府は本気で動いたってことだな。今回の火災、改めて火の怖さを思い知らされたわ。でも、最後にこうして前向きな変化が生まれたのは、本当に良かったと思う。ああ、私たちも火災の恐ろしさを忘れずに、気をつけて生活しないとな。そうね、火の元には気をつけるわ。それが一番だぜ。というわけで今回は高尾ビル火災について紹介したぜ。火災の背景、発生の経緯、そしてその後の対応や建物の解体まで、かなりの大事件だったな。霊夢はどう思った？もう、怖すぎるわよ。最初はただの老朽化したビルの火災かと思ってたけど、住民の状況とか、火の広がり方とか、聞けば聞くほどゾッとしたわ。そうだな。特に高齢者や体の不自由な人が多く住んでいたこと、煙が一気に充満して逃げ場がなくなったこと。考えれば考えるほど悲しい事故だったよな。でも、その後の対応はすごかったわね。政府がすぐに動いて、被害者の支援をしたり、古いビルの安全基準を見直したり、そして最終的には公園になったなんて。ああ、ただの悲劇で終わらせずに、未来につなげたってことだな。火災を教訓にして、安全な街づくりに向けて動いたのはすごいことだと思うぜ。ほんとよね。それにしても、今回の話を聞いて、ますます火の扱いには気をつけようって思ったわ。それが一番大事だぜ。火災は一瞬で大惨事になる。日頃から火の元をしっかり確認する。消火器の設置場所を把握しておく。避難経路を意識する。こういう基本的なことを忘れちゃダメだぜ。よーし、今日から私の部屋にも消火器をちゃんと置いておくことにするわ。コンロの消し忘れも絶対にしない。その域だぜ。視聴者のみんなも、火の扱いにはくれぐれも気をつけてくれよな。みんなは今回の動画についてどう思った？意見や感想があれば、コメント欄に残していってくれると嬉しいな。ぜひともお願いするぜ。みんなが記憶に残っている事件や事故なんかも教えてくれよな。コメントはすべて拝見させてもらっているぜ。私の毎日の楽しみなのよね。そうだな。毎度のことながら、チャンネル登録と高評価、メンバーシップの検討もよろしく頼むぜ。このゆっくり災難資料館のチャンネル登録はもちろんだけど、私たちのイラストもほぼ毎日投稿させてもらってるから、チャンネル登録と合わせて通知のオンも忘れないでね。メンバー限定の動画や投稿なんかもあるからメンバー登録もぜひ検討してくれると嬉しいわ。事故マニアの管理人が厳選した事故防止や災害時に役立つアイテム、参考にした書籍なんかをまとめたサイトも開設したぜ。徐々に増やしていきたいわね。サブチャンネルのゆっくりお金の学校や、イラスト用のインスタグラムとか、いろんなコンテンツあるから、この後、動画の概要欄からそれぞれのリンクもチェックしてくれよな。応援してくれたら飛び上がって喜ぶわというわけで、ご視聴ありがとうございました。